もともと今歩いてる北堀江エリア一帯が遊郭やったみたいで、三菱重工、三菱倉庫、三菱電機、三菱だらけやねんな。遊郭の歴史上最悪の事件、堀江6人切り事件っていうのがあって、抜擢された人物、その方が三菱の創始者になります。どうも、坂東です。今日はですね、大阪市西区にあります堀江に来てます。この堀江エリアはアパレルショップとか高級なレストランが立ち並ぶ南堀江と、少し落ち着いた雰囲気の北堀江と、この2つに大きく分かれてます。周辺の難波や心斎橋と比べて土地の歴史は比較的浅くて、戦後にアメリカ文化の影響でカフェやバーが出店していって若者の人気エリアとなりました。バブル期には高級ブランド店やレストランが進出していき、現在では関西屈指のおしゃれな街として若い人を中心にとても賑わっているエリアです。実は三菱財閥とも結構深い関係になるエリアとなってるんで、その辺りも見ながら散策していきたいと思います。で、オープニングで堀江の歴史は浅いって言ったけど、堀江は大阪で一番最後に開発されたエリアって言われてて、安土桃山時代まではこの辺りはまだ海やったって。へー、海。そうで、江戸時代あたりに徐々にこの辺も開発されていったって言われてます。あ、そうなんですね。はい、江戸時代になるまでは歴史なかったんですね。そう、歴史浅いって言ったけど350年ほどの歴史はあるのかなと。はい、オレンジストリートにやってきました。堀江といったらここですよね。そうですね。正式名称はね、立花通りっていうみたいですけどね、看板にも入ってますけど、立花堀江って下に書いてます。あ、本当ですね。はい。で、1992年にオレンジストリートっていう名称がついたみたいですけど、30年ちょっとぐらいってことですね。そうやね、30年ぐらいね。もともと堀江ってこういった家具屋さんが多くあったんですけど、バブル崩壊後を境にですね、経営がちょっと著しくなくなっていったっていうのがあるんですけど、今でも多いのは多いんですけどね、家具屋で。このバブル崩壊後、後継者というか経営者が変わったりすることで、もっとこの辺りを盛り上げていきたいっていうので、こういった古着屋さんとかアパレルショップとかもどんどん増えていったっていう経緯があるみたいですね。もっと若者を取り入れていって、もっと盛り上げていきたいっていう思いをもとに、このオレンジストリートっていう名前がついたりだとか、そういったことも背景にあるみたいですね。で、その中でも多分当時珍しかったんかな、このフリーマーケットとかいろいろ開催してみたりして、若者たちを呼び込む大きなきっかけになっていったみたいですね。へー、フリーマーケットあったんですね。はい。あとこれジャーナルスタンダードのでかいビルですね。おしゃれよな。歩くの恥ずかしいですね。若者多すぎてちょっとなあ、超おじさんやもんな。もう息子娘ぐらいの年の子らばっかりだ。まだ僕はいけるかもしれないですけど。俺は無理みたいな言い方すんなよ。俺も堀江で家具買ったな。今うちにある家具もほとんどそうやん。あ、そうなんですね。今こうやって通ってきたところは結構人通りも多くて若者で賑わってるんですけど、こういった西側の方に行くとちょっと落ち着いた商店街になってます。西側のところもオレンジストリートと呼ばれてるんですけども、落ち着いたところにはなってますね。あ、そうなんですね。はい、結構オレンジストリート長いんですね。長いですね。結構大きいよな。そうですね。若かったら本当ここで遊べますね。梅田とか行かないですね。マリオカートのとこやもん。あ、ここ。元凶ですね。ほんまやな。ちなみにここダイヤパレスって言いまして、築41年の、年季入ったマンションになります。レトロですね。そうで、こっちかな、奥の方に公衆電話も残ってるんですよね。わあ、テレフォンって書いてますね。あ、電話はないね。こういう感じで、あえてこういうボックスも残してるような、堀江らしいおしゃれな街ですね。ほんまですね。かっこいいよな、こういうの。めちゃくちゃおしゃれですね。またただ置いてるんじゃなくて、観葉植物も入れていい感じやね。これ以外は別に普通の年季入ったマンションやけど、これがあるだけで、雰囲気出るよなっていうマンションです。へー、おしゃれな人なんかでもこう賃貸で借りたらいいですね。これもなんかな、雰囲気出るよな、こんなんも。ほんまですね。ここがですね、満腹寺って言いまして、はい、ここに移転してきたのが1958年。ここ最近っちゃ最近やねんけど、満腹寺の歴史自体は結構古くて、もともとアメリカ村の方にあったみたいですね。そこからでいうと350年ぐらいの歴史はあるみたいですね。これただのお寺なんですか？ここはね、カフェも併設されてて、ちなみにここで、イベントもしてるみたいで、ヨガとかそういうこともやってるみたいですね。すごい雰囲気いいです。めちゃくちゃいいですね。カフェもあるっていいですね。お寺感を残しながらね、いいですね。いいです。あとこの
黒い店構えのはいはい。カフェですけど、フロリアンって言いまして、ここもう30年以上営業されてるみたいですね。何のお店ですか？ここ喫茶店ですね。喫茶店なんですね。へえ、あ、雰囲気いいですね。愛煙家には嬉しい。タバコも吸えるみたいで、おお、朝1時から営業してます。いいですね。はい、ぜひここで皆さん朝会を。朝から。はい。めっちゃ見られた。では今から北堀江エリアに行きます。はい。今ここに見えてるこの駐車場なんですけど、北堀江病院の跡地なんですよね。あ、病院だったんですか？はい。でこの北堀江病院の跡地って1911年に東条病院として開業されて、はい。初代院長の東條良太郎先生って、はい、前回の淀屋橋編でも出てたはい、尾形幸庵先生おお、はい。の孫にあたる尾形正清先生の教え子って言われてます。へえ、はい、1980年に東条病院から北堀江病院に病院名も変更しました。で2016年に入って病院の建て替えとともに新町の方に病院移転したんですよね。あ、そうなんですね。はい、で日進会病院っていう名前でされてるんですけども、病院の歴史でいうと100年以上の歴史のある病院となります。結構広かった病院っぽいですね。結構広いですね。売却したんですかね？どうなんやろ。まあまあな金額に、移転費用に当てたんじゃないですかね。かもしれんよな。あちらに見る瓦屋根のところ、はい、あそこが西正寺って言いまして、はい、400年以上歴史のあるお寺になります。ここでずっと400年間いるんですか？いや、もともとは住吉区の方で創建されたみたいですけど、はい、そこから別のところに1回移転してからここに来たみたいですね。その1回目の移転が400年前なんですけど、創建されたところから見ると500年以上歴史のあるお寺の可能性があるなっていうところですね。はい、こんなど真ん中にね、堀江のすごいすごい。でもともと今この歩いてるこの北堀江エリア一帯がもともと遊郭やったみたいで、あ、そうなんですか？そう、もう一歩向こう側がすぐ長堀通りになんねんけど、それを越えて向こう側その新町エリア、はい、船場とかあの辺なんだけど、あの辺ももともと遊郭やったみたいで、結構その当時も栄えてたみたいですね。特にその新町遊郭の方が有名やったみたいで。なんで衰退していったんですかね？衰退していった理由としては、その後に松島新地って西九条の方にあるんですけど、はい、そっちの方にも遊郭があるんですね。それが北堀江遊郭と新町遊郭が栄えたその後からできたんですけど、ここが結構いい感じに流行ったみたいで、それとともにその北堀江と新町の方が衰退していったって言われてますね。お客さんが流れていったんですね。お客さんが流れていったんでしょうね。1905年の明治38年に遊郭の歴史上最悪の事件と言われている堀江6人斬り殺人事件っていうのがあって、はい、6人が刀によって切りつけられて6人中5人死亡して、でそのうちの1人は生き残ったんですけど、はい、生き残った1人がその大石米子さんっていうんですけど、はい、結局その人生き残ったって言っても両腕を切断しないといけない重傷を負った上で何とか生き残ったっていう人なんですよね。その後に大石准教として出家して僧侶の傍ら日本画を描いたりしてたみたいですね。両腕ないのに描いてたんですか？はい、あ、口で。はい、すごいな。すごいですよね。気合ですわ。気合、はい、でも気持ちの問題やなと思います。こちらは和光寺と言いまして浄土宗のお寺になります。阿弥陀池として有名で1698年に堀江新地の開発に合わせて創建されましたけど、1698年より前にこの和光寺内にある池に阿弥陀如来像が沈められていると伝えられて、仏教伝来の聖地として大阪の名所となってました。その後その阿弥陀如来像が引き上げられ阿弥陀池として有名になりました。この付近の阿弥陀池筋はここの池が由来とされています。ちなみにあちらに見える日進会病院、はい、先ほど話した東條良太郎先生、あ、北堀江病院、北堀江病院の移転地ですね。あ、こんなとこだったんですね。尾形さんおらんかな？いや、絶対いないです。ちなみにこれ勝尾座橋っていうんです。はい、これまた後で説明するから覚えておいてください。何か深い関係が？日進会とは関係ないけど後で話します。おお、はい、気になりますね。はい、ではここがですね、こっちが土佐公園になります。はい、こっち側が土佐稲荷神社になります。神社、はい、はい、撮影許可の方なんですけど、はい、カメラマンと専属契約されてるみたいで、はい、一眼レフとかそういった本格的なカメラを使った境内内での写真撮影動画っていうのは遠慮願いたいということなんで、スマートフォンでの写真や動画を入れていきたいと思います。はい、はい、ギリギリまでは行ってみたいと思います。
土佐って聞いたらなんか高知県イメージするんですけど、うん、なんでこの大阪の堀江に土佐っていう名前がついてる神社があるんですかね。この辺りに土佐藩っていうのがあって、蔵屋敷ですか。そう蔵屋敷があって、そこで土佐の名物もろもろここでこう販売していくっていうのでカツオとかを持ってきてたみたいな。でそれでさっき言ってたカツオ座橋、はいはいはい、あそこも由来になってくるんだけど、あそこのすぐ近くになるからここが。ああ、カツオ売ってたからあそこカツオ座橋ってことですか。そうだからまあここが土佐神社として名前がついてるっていう由来にはなんねんけど、ただその土佐藩のこの商売がうまくいかなくなってきて、ここを盛り上げるために抜擢された人物っていうのがいてて、はい、岩崎弥太郎さんっていう方が抜擢されたんですよね。その方が三菱の創始者になります。あの三菱弥太郎さんなんですね。そうでこれ中入ってもらったら分かると思うんですけど、三菱に関連するものが結構散りばめられてます。これもそうですね、日本郵船仲間って書いてますけど、はい、日本郵船ってあれですね、三菱の走りの会社ですもんね。ちなみにここに三菱の本当ですね、はい、うわすごいね。三菱財閥創始者の岩崎弥太郎は1834年、現在の高知県安芸市で地下浪人と呼ばれる身分の低い武士の家庭で誕生しました。決して裕福とは言えない家庭で育つも、幼い頃から文才を発揮し、21歳の時に江戸に留学し、飛鳥権在の塾に入塾。しかし22歳となった1856年に父親が酒の席で喧嘩となり投獄されることとなります。その事実を知った弥太郎は実家へ戻ることとなり、さらに父親の冤罪を訴えた弥太郎も投獄され、村を追放されてしまいます。その際、獄中で算術や商法を学び、出獄後は吉田東洋の私塾に入門し、そこで後藤象次郎に認められ、土佐藩の土佐商会で働くこととなります。これが後に三菱財閥を創設するきっかけとなり、また坂本龍馬との出会いとなります。岩崎弥太郎の日記に坂本龍馬と一緒に酒を酌み交わし、夢を語り合ったと記されています。1867年に後藤象次郎より抜擢され、薩摩藩の貿易業を任されることとなります。ここで貿易業を学んだ弥太郎は1871年の早藩置県後の1873年に船2隻を入手し、海運業を始め、この大阪市西区堀江にあった土佐藩蔵屋敷に現在の日本郵政となる三菱商会を設立。これが三菱財閥の始まりとなります。そして現在三菱グループに属している企業数は4000社を超えるとも言われています。ちなみにこれを玉垣っていうらしいんですけど、はい、この玉垣に高額のお布施された方の会社名であったり個人名であったりって掘られんねんけど、はい、もう三菱だらけやねんな。ここも役員って書いてますね。責任役員ってどのポジションなんやろな。責任役員めちゃくちゃおるけど引っかかってるじゃないですか。三菱商事だ、この大きい玉垣に関しても三菱分かるよな。三菱重工、三菱倉庫、三菱電機、すごいですね。東京会場もある。ちょうど三菱系列なんですね、東京会場も。じゃあ、東京会場、朝日ガラス、田村ガラスはないな京橋のないです、すごいな。三菱だらけやで。三菱製紙すごない？これでも三菱発祥の地って知ってる人いるんですかね。いや関連してる人じゃ知らんやろ。小畑製作所もそうなんですね。ちなみにですけど、三菱創始者の岩崎弥太郎さんなんですけど、めちゃくちゃこっちが好きみたいだって相当遊んでたみたいで、お亡くなりになる直前でも愛人が5、6人おったというやっぱパワーある人はそう、やっぱり仕事できるとやっぱその辺のパワーも相当強いんやろうな。すごいですね、亡くなる時まで、もう死ぬ直前までそうなっていきたいと思いますここももちろんそうなんですけど、向こうの集合住宅の方までずっと土佐藩の敷地やったみたいですね。結構な広さだったみたいですね。ですね。では今回もご視聴ありがとうございました。今回はですね、堀江の方からずっと土佐稲荷神社の方まで来ましたけど、やっぱこれが一番インパクトあるな。三菱の創業地って言っても過言じゃないエリアになるんで、そういう意味ではすごい見方が変わりますね。変わりますね、この情報さえ知ってればもっといろんな人が見に来られてもいいかなと思うぐらいすごいいい神社だと思うんで。ちなみにこちらは一眼レフとかそういうしっかりとしたカメラでの撮影っていうのは禁止されてるんで、ただスマホの撮影であれば OK みたいなんで、撮影する際は必ずスマホでお願いします。
っていう感じでどんどんこういう動画も配信していきたいと思うんでチャンネル登録よろしくお願いします。